ボーカロイドで遊ぼうをご覧いただきましてどうもありがとうございます。講師をさせていただきます小泉です。第6回はいよいよ最終回です。第5回までに作り上げたデータを調整してオフボーカルとボーカロイドが一緒になった完成データを作成します。どんな形でも良いので完成させてみることが大事です。頑張って完成させてみましょう。人間は歌を歌うときに息を吸い込みますが、これはブレスと呼ばれています。ボーカロイドは人間のようなブレスが自動的に挿入されるようになっています。これまでに作成されたデータにも自動的にブレスが挿入されていますが、ブレスを調整する方法を覚えましょう。ブレスの音を聞きやすくするためにメインボーカルのトラックをソロにしましょう。トラックの S ボタンを押すことでソロになります。ソロ状態ではS が点灯しているトラックの音のみ再生されます。ミュージカルエディター上部にブレスという項目があります。ブレスではブレスの頻度を変更することができます。選択肢の中からオフンを選択してみましょう。それでは再生してみましょう。眩しいほど光ってる君と空と太陽ときめきと胸ドキドキのこの瞬間を永遠にしたい。オフンは最も頻繁にブレスが入る設定です。初期設定のレアリーではブレスが入っていなかった場所にもブレスが聞こえるようになりました。さらにブレスの調整をしてみましょう。インスペクターを表示してインスペクター下部のブレスの項目に注目しましょう。エクサレーションのスライダーでブレスの音量を変更できます。10に設定してみましょう。変更したら再生してみましょう。眩しいほど光ってる君と空と太陽。ブレスの音量が大きくなりました。10はかなり大きいので6ぐらいに設定しておきましょう。ブレスの設定は選択したパート全体に作用します。A メロとサビで設定を分けるなど異なるブレス設定を使用したい場合はハサミツールを使用してパートを分割することで対応します。ハサミツールを選択してメインボーカルのパートを10小節目の頭で分割してみましょう。矢印ツールに戻り、分割した前半のパートを選択し、ブレスを Sometimes に設定しましょう。それでは再生してみましょう。眩しいほど光ってる君と空と太陽ときめきと胸ドキドキのこの瞬間を永遠にしたい。パートによって異なるブレス設定をすることができました。パート分割やブレス設定を活用して好みのボーカルサウンドになるように仕上げてください。完成前の最後の調整として各トラックの響きの音量を調整してみましょう。音に響きをつけるリバーブやディレイといった音質の調整変更をする機能をエフェクトまたはエフェクターと呼びます。使用しているデータではブライトエアというスタイルプリセットが選択されています。スタイルプリセットには音質を調整するエフェクトの設定も含まれています。スタイルプリセットはパートごとに作用するため、パートごとにエフェクト設定を変更する必要があります。パートを選択した状態でインスペクターの E ボタンを押しましょう。パートのエフェクトを調整するウィンドウが現れます。ウィンドウの中に表示されているものがエフェクトです。複数のエフェクトが使われています。右にスライドしてリバーブとディレイというエフェクトを表示しましょう。リバーブとディレイエフェクトのドライ、ウェットというパラメータを 10% に変更しましょう。ドライ、ウェットというパラメータは
エフェクトの量を変更するパラメータです。再生してみましょう。眩しいほど光ってる君と空と太陽。エフェクトが少なくなりました。エフェクトにおいては、エフェクト音をウェット、エフェクトのない音をドライと言います。また、エフェクトの量を深い、浅いという表現をします。スタイルプリセットのエフェクトはパートごとに適用されているため、後半のパートも同じ手順でリバーブとディレイのウェット、ドライのパラメータを 10% に設定しましょう。それではソロを解除して最初から聞いてみましょう。再生するときにはマスターのメーターが赤くなっていないか注意して聞いていてください。眩しいほど光ってる君と空と太陽。ときめきと胸ドキドキのこの瞬間を永遠にしたい。ブレスやリバーブが調整されたことで、さらにボーカルが際立って豪華なサウンドになりました。メーターの表示は問題ありませんでしたが、ハモリが大きかったので、ハモリ1、ハモリ1ダブリングのトラックの音量をマイナス15に変更しましょう。では再生してみましょう。眩しいほど光ってる君と空と太陽。ときめきと胸ドキドキのこの瞬間を永遠にしたい。とても良いバランスになりました。これで完成です。出来上がった音声はボーカロイド6エディターがないと聞くことができません。より多くの人に聞いてもらうために、誰でも聞ける一般的なオーディオファイルに書き出しを行いましょう。ファイルメニューからオーディオミックスダウンを選択します。オーディオミックスダウンウィンドウが開きます。トラックの選択ではメイントラックが選択されていることを、オーディオエンジン出力ではオーディオエフェクトをバイパスのチェックが外れていることを確認して OK を選択してください。保存場所を聞かれます。任意の場所、任意のファイル名を設定して保存を選択しましょう。ここではファイル名はボーカロイド 6J-POP 完成版というファイル名にしてみたいと思います。ボーカロイド6エディターが書き出しを行います。完成したら指定した保存場所を確認しましょう。書き出ししたファイルが見つかるはずです。このファイルは Web 形式 WAV ファイルと呼ばれており、パソコンやスマートフォンで再生することができます。ダブルクリックして再生してみましょう。眩しいほど光ってる君と空と太陽。ときめきと胸ドキドキのこの瞬間を永遠にしたい。Windows 標準の Groove Music アプリで再生できました。完成した WAV ファイルは動画編集ソフトに取り込むことも可能です。お好きな動画をつけて YouTube に投稿するなど、ボカロ音楽制作を楽しんでください。6回にわたってボーカロイドで遊んでみましたが、いかがだったでしょうか。作曲となると大変ですが、既存曲のコピーや歌わせてみたの制作は比較的気軽に楽しむことができます。ぜひ、ボーカロイド6を使ってチャレンジしてみてください。第6回までで、ボーカロイド6エディターの基本的な操作は身についているはずですので、まずはお好きな歌をボーカロイドに歌わせてみるところからスタートしてみてはいかがでしょうか。皆さんがボーカロイドを使って制作する作品を楽しみにしています。6回にわたってご視聴いただきありがとうございました。これからもボーカロイドをよろしくお願いいたします。